図。かやぶきのはげた小屋の軒下に袈裟をまとった一つ目の入道が佇んでいる。軒先には釣り道路、窓からは鉄瓶が吊るされているのが見える。青坊主もやはり説明が添えられていない謎の妖怪であるが、青坊主の名は日本各地に残されており、その伝承や特徴は一様ではない。岡山では青い衣をまとった青坊主の姿で空き家などに現れると言われ、静岡では春の日暮れに家路に遅れた子供が麦畑を走っていると青坊主が現れてさらってしまうと言われている。長野では淵の主である大きな鯉を生け捕りにしようとしたところ大暴れしたので、村の人々はそれを慰めるために松の木を植えた。この松の木の周りを息を止めて7周回ると、青坊主が現れて、石踏むな、松折るな、というのだと伝わっている。動物が青坊主に化けたという話も多く、タヌキやイタチが化けたとされる地域も少なくない。香川に現れた青坊主は恐ろしく、女の前に現れて、首をつらんか、と言ってくる。断ればそのまま消えてしまうが、無視していると、青坊主が襲いかかってきて、無理やり首吊りにしてしまうのだという。山の神とされる青坊主もいて、山口では青坊主は山の神が小坊主に化けた姿で相撲を取ろうと誘ってくる。体は小さくとも神であるので、油断して相撲に挑めばあっという間に投げ飛ばされ、命の危機にさらされかねないと言われている。一本だたらという妖怪がいるが、一つ目の一本足の妖怪である。これも元はたたら製鉄の神であったと言われ、一つ目の鍛冶師、雨の間一つの神が霊落した姿であるとも考えられている。また、比叡山延暦寺の総持坊には、一眼一足法師の絵が掲げられ、次の伝承が伝わっている。一眼一足の僧は、自認歌唱の化身で、その生涯を愛山五法に捧げ、特に僧帽に従して、戒律を守りながら比叡山の厳しい修行に励み、滅後は、三僧よ、僧侶の本分を忘れるなかれ。と、僧の姿に身を変え、真夜中に一眼一足に金をぶら下げるという奇妙な姿をして、暗闇の山中を回り、怠け者や悪僧を見つけると、胸に吊るした鐘を鳴らして警告した。こうして悪僧や怠け者を次々と下山させたと伝えられている。一方で、万世百物語では、一眼一足の化粧、化け物とされ、前の山を15、6歳の活時が足早に駆け下るのが見えた。顔は美しいが目が一つで、川屋の入り口に近づいて、そっと佇んでいる。
これはどうしたものかと見てみれば、足もまた一つしかなかった。とあり、少年の姿として描かれ、自認歌唱とのつながりは記されてはいない。一つ目といえば、一つ目小僧が有名であるが、この一つ目小僧は、人を脅かす程度のいたずらはするものの、人に危害を加えることは稀で、関東地方に伝わる伝承によれば、一つ目小僧は、琴8日や8日像と言われる12月8日に家々を回り、どの家に災いをつけるかを帳面に記し、これを2月8日に取りに来るからと言って、道祖神に預けるのだという。厄介な帳面を預けられた道祖神は、1月14日のどんと焼きで、この帳面を燃やしてしまい、2月8日に帳面を受け取りに来た一つ目小僧に、家が火事になって帳面が燃えてしまった、と言い訳をするのだという。一つ目小僧は結局、家に災いをつけることができず、また、琴8日には、長い竿の先に、メカゴをかけて軒先に吊るす習わしがあり、メカゴの無数の目が怖い一つ目小僧は、家に近づくことすらできない。少し不憫にも思える妖怪である。一つ目のもののけには様々なものがあるが、石燕が参考にしたとされる百回図鑑では、同様の姿のもののけが目一つ棒という名で描かれ、織田豪長の描いた百鬼夜行絵巻では、一つ目棒という縦長の一つ目の上にある赤い点から閃光を発する不気味なもののけも描かれている。伊能もののけ録では、これに似たもののけが登場し、主人公の少年平太郎に最初に現れる怪異として襲いかかる。この屋敷の中に伸びる巨大な手はひげ手と呼ばれ、その顔には縦長の目が一つ、炎のような閃光を放つ。物語の最後には、怪異の元凶となった三千世界の大魔王、三本太郎左衛門が人の姿で現れるが、この魔王が去り際に乗ったカゴからは、一瞬巨大なひげ足が出て、平太郎の額をかすめて、ぬーっとカゴに収まり、三千世界の大魔王、三本太郎左衛門が、巨大なひげ手、ひげ足の一つ目だったことを暗示している。また、諸国百物語の最初の化け物も、一つ目の女であり、一つ目は怪異の始まりも暗示しているのかもしれない。夏目漱石の小説、夢十夜の第三夜には、青坊主の表現が見られる一節がある。6つになる子供を送っている。確かに自分の子である。ただ、不思議なことには、いつの間にか目がつぶれて、青坊主になっている。とあり、いつの間にか目がつぶれてしまった我が子を、青坊主と表現している。この謎の表現は、単に目がつぶれた子供へのものではなく、
その後の因果因縁による結末の薄気味悪さをもののけの名で暗示したものではないだろうか。落語には一眼国という怪談話がある。森の中で見つけた一つ目の少女を見せ物にするため、さらおうとした男が騒ぎを聞きつけた人々に捕らえられた。捕らえられた男が顔を上げて人々の顔を見てみれば、どの顔も皆一つ目であった。役人が驚いていった。おや、こいつは珍しい。目が二つある。調べは後だ。こいつを見せ物に連れて行け。といった話である。青坊主と一つ目のもののけたち、入道や少年少女、山の神や法師、魔王まで、一眼国の伝承では、森の中で帰り遅れた少女をさらおうとする二つ目の化け物がいたということであろう。